単語とかより先に会話的なのから入った方がいいかなって思います。英会話の時は外国人の先生で、それ以外の普通の授業は日本人の先生が。Hey guys, this is Kathy Cat. Do you speak English and what was your English class like? That's the question we're gonna ask Japanese people and hopefully we can find out why a couple of them don't like English. So let's go and ask Japanese. 英語得意ですか？嫌い苦手です。苦手です。無理です。ノー。いや全然苦手です。好きですけど苦手です。全然できないです。私も全然できない。全然です。もう何年もやってないです。やらない。使わない。なんでですか？難しい。よくわからないから。難しいですね。全部ちょっと英語苦手です。動詞がヒアリングと単語の意味、使い回しがちょっと同じ単語でも違う意味があるから、そこが、理解が難しい。発音単語わかんないです。なんかありますか？喋るの難しい。得意。彼女得意。大悟行ってます。大学の。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。でも今勉強中って感じですか？はい。じゃあ自分の英語の授業どの感じだったんですか？映画を見てそれを問題を解くみたいな。音楽の聞き取り、英語の。でもなんか中学校の時とかになんか英語の先生が来て授業を受けれるみたいな。英語の先生が来てってことは海外の方？そうです。ALT みたいな。Yes, yes, yes. 外人の先生に英語で怒られてなんて言ってるかわからない。なんか教科書の英語の文章を訳して読んでみたいな、自分で調べて単語とかをで発表みたいな感じです。入って読んだりだけみたいな感じ。まあそんな感じですね。会話ありますか？選択で取れれば取れる感じです。学校のプログラムで海外留学、短期留学もあるんで、そういうの好きな人は率先して参加してみたいな。先生大体日本人か海外の人かどうですか？外国の人はおらんかね。英会話の時は外国人の先生で、それ以外の普通の授業は日本人の先生が教えてくれます。一番楽しかったのは何ですか？ゲーム、英語の。なんかパソコンでやるゲームが楽しかった。英語でやるパズルゲームみたいなをやって景品もらえたみたいな。英語のクイズみたいな。普通の日本の授業でゲームとか多いんですか？日本の授業でゲームはそんなないかな。なんか珍しい感じ？そう珍しい。会話はどれぐらいあったんですか？英語の会話とかはあんまりやらなかった。じゃあ一番会話なかったら何やったんですか？文法みたいな。単語。じゃあ書法が多かったってことですか？多かった。楽しかった。ね、なんか楽しかったんですか？何のところが面白かったんですか？やっぱ発音したりするのがなんかゲーム形式でやってくれたから面白かった。なんかポイント制だった。なんかもうこれできたら何ポイントみたいな。先生がいろいろ工夫してくれてシールとかくれたよね。授業の中でもちゃんと発音できるような練習みたいなやってたってことですか？そう。隣の人とかと音読し合ったりした記憶があります。それでなんかやっぱ英語楽しいとかなんかイメージがついたってことですか？英語の授業楽しかったです。そうですね。じゃあそれでなんかちょっと英語上手くなったとかその気がしますか？でもその後家では全然やってなかったんで、授業でしか。だからあんまり上達したとかは思ったことないです。授業は楽しかったけどなんか別にその後あんまり使うわけじゃないからすぐ忘れちゃったりとかはする。じゃあなんか結構日本人はなんか英語に自信が持ってない人が多いんだけど、個人的になんではそれはそうかなと思ってますか？関わる機会が少ない気がする。もうちょっといろんな人に関わったらちょっと興味も出るかなって思う。もう難しいって先入観があるからあんまり自分から大丈夫自分から関わろうとしないみたいな感じだからあんまり関わらないですね。海外の方合わないってことですか？そうですね。でも関わりたいとは思うよな。思うけどなんかあんまないみたいな。なんか会話がないみたいな。少なかったから英語も話せやんかなみたいな。普段あんまり触れないっていうのもあるし、授業中にあんまり一人一人が喋ったりする時間も多分少なめなんですかね。自分は単語の意味を多く知らないから
外国の方と話してもその単語が分かんないから文法は分かってもその大事な単語動詞の意味が分かんないから理解できない。話なんか何の話は通じなくなっちゃう。はいはい。小学生の時とかなんか英語の先生がたまに来たりとかしてたんですか？小学校の時は英語の先生が来て教えてくれて。小学校と中学校でたまに来たような感じです。それ比べるとどっちの方が面白かったんですか？なんかそういうなんか先生が入ってきてゲームやったりかしっかり勉強するどっちの方が良かったですか？個人的にはまあ小中のちょっとなんか遊びみたいな砕けた感じの授業の方が面白かったです。高校の硬いんで小中の方が全然楽しかったです。じゃあなんか英語の授業これが良かったとかこれもちょっと頑張ってほしかったとかなんかありますか？もうちょっと分かりやすく理解できるようにしてほしい。もっと外人の先生がいっぱい来てくれたらなって思います。じゃあ今の授業高校の授業と比べるとなんか英語の授業が大学に入るとなんか違いますか？なんか読み書きがしなくなったみたいな。喋るだけ、授業内で喋るだけ、それがついてきてない喋れないんで基本的には高校とか中学校とかは授業中英語で喋ったりとかしますか？なんか書いたりとか、文法とか単語を覚えたりとかやったんで、大学入って急になんか喋れって言われても喋れへんっていうか。今まで英語喋る機会がなかったってこと？なかったですね。授業中何してたんですか？その単語を覚えたり。日本語や、授業も日本語やから、日本の先生が日本語で教えてくれるみたいな感じです。授業中にも英語が出てこないあまり。そんな感じです。マジですか？いやじゃあそれでは喋れないですね。そうなんですよね。教育の方を変えた方がいいと思う逆にこれから英語の授業を自分で作ることができたら何あったらいいなと思いますか？単語とかより先に会話的なのから入った方がいいかなって思います。なんかもっとちっちゃい頃から英語に触れ合った方がいいと思いますなんかもっと外人の先生とか高校とか中学校の時から使った方がいいと思う。じゃあ全ての質問でした。ありがとうございます。So English education, as you can see, is different from every school, so it varies, and the teachers show different types of effort for the lessons. Some play a lot of games, some invite other teachers who are like English native speakers to come into the classroom and teach, where others just stick with Japanese and teach the grammar in Japanese and the vocabulary and just pretty much have the whole class in Japanese. That happened to actually me the first time I came here to a high school as a school exchange. I thought it was English class and the teacher kept speaking in Japanese, and I asked my student next to me, is like, hey, when does the English class start? And he says, well, that is the English class. So it was held completely in Japanese, and that was high school, second year. So it's surprising that some of the teachers don't feel confident to actually speak English in the classroom. So most of them stick with Japanese because they feel confident doing that. Also, there seems to be less and less communication due to that because the teacher doesn't speak English. So the kids don't really get encouraged to speak English in the classroom as well. And that leads to less and less communication, and the kids are less exposed to the English language in general. So that seems to be one of the minus points and maybe one of the reasons. But then again, some had brilliant teachers, but then they didn't study at home, had no chance to use it and didn't keep it up as such. So what are your tips of studying English? And if you are an English native speaker, what are your tips of learning a different language? And how well do you speak another language? Curious about that? Let us know, and I'll catch you here soon for another video on Ask Japanese. Bye!